不動産屋さんの怪談です。今回のお話は信頼できる知人から伺った東京練馬のアパートで起きた不可思議な出来事です。似通った体験談を他の有名怪談師さんらも話されていますが、それとは全く別のオリジナルのお話です。体験者を仮に鶴田さんとしておきます。今から何十年も前、当時若かった鶴田さんは東京練馬区の田柄というところのアパートに住んでいました。そのアパートは当時築40年の2階建てで14部屋あり、鶴田さんが勤める会社が独身寮として一部借り上げていたそうです。ですから14部屋のうち4部屋くらいは社員ではなく外部の一般の居住者が混じっていました。アパートの前の通りを道なりに行くと川越街道に出られ、地下鉄の駅も近かったので便利でした。そのアパートの大家さんなのですが、5人家族でアパートに隣接した隣の一軒家に住んでいたそうです。さて、その鶴田さんの部屋は2階で、4畳半一間に簡単な台所があり、風呂なしの共同トイレで、廊下は内廊下でした。アパートの住人はおおむね地方出身者で、いろいろなタイプの人がいました。柔道東北大会優勝者や、いつも彼女が上がり込んで食事の支度をしてもらっている人、元刑務官や音楽をガンガン聴いている警察官志望の男性などなどでした。特に鶴田さんは元刑務官の A 先輩とは親しくしていました。そんなある日、その A 先輩は警察官志望の男性の流す安全地帯の曲がうるさいと直接苦情を言わずに会社の方に相談し注意してもらいました。するとそれに腹を立てた警察官志望の男性は他の住人の柔道東北大会優勝者の男と2人で A 先輩ではなく人違いで別の B 先輩に暴行を加えてしまったそうです。結局それが会社にバレて、東北大会優勝者は即解雇になり、アパートを追い出され、警察官志望の男は会社にコネがあったらしく、なぜかお咎めなしでした。鶴田さんは早速住人同士のトラブル発生だったので、先が思いやられるなと思いました。そんなこんなでいろいろありましたが、夏から秋になった頃です。アパートではおかしなことが起きてきたそうです。それは例の警察官志望の男が試験に受かり、警察官になったためアパートを引き払った直後のことでした。鶴田さんの部屋の廊下を隔てた向かい側の誰かの部屋から、時々 RC サクセションの今和の清志郎の曲が流れていることがありました。以前はあの警察官志望の男が安全地帯の曲を大音量で聴いていたため、それに他の部屋の音楽がかき消されていたようで気がつきませんでした。警察官志望の男がいなくなってからは社員に音楽を聴いている人はいなかったので、どうやらその曲を聴いているのは社員ではなく一般の居住者らしく、留守がちなのか音楽も時々しか聞こえませんでした。ですから鶴田さんも後の住人も特段気にしませんでした。さて、そんなある日の休日でした。夕方鶴田さんが買い物から戻り、2階に続く階段を上がっていくと、2階の階段に一番近い部屋から今和の清志郎の歌い文句が聞こえてきました。鶴田さんは、この階段脇の部屋の人が時々聞こえる RC サクセションを流していたのかと思ったそうです。ところがそれからです。その階段脇の部屋から朝夕2回毎日今和の清志郎の曲が聞こえてくるようになりました。大音量でもなく朝の身支度の時と夕方の少しの時間でしたので、苦情を出すほどのことではありませんでした。でも鶴田さんは気になりだしたのです。なぜなら音楽をかけている最中、その部屋の住人の独り言が聞こえてきたからです。
それは大概何かに文句を言っている独り言でした。ただ鶴田さんはその声に違和感がありました。人の声はこんなにも廊下に響くものなのだろうかというくらい聞こえてきたそうです。何に対して文句を言っているかまでは聞き取れなかったのですが、曲に混ざってずっと聞こえてきました。さすがの鶴田さんもだんだん薄気味悪く感じてきたそうです。そしてちょうどその階段脇の部屋の向かいの部屋にも一般の住人の C さんが住んでいたのですが、たまたま廊下で出会った時にその C さんも鶴田さんと同様、階段脇の部屋の人の独り言が気味悪いと言っていました。 C さん曰く、一度朝新聞を取りに出た時にその階段脇の部屋の人が自分の部屋に入るところを見たそうです。若いちょっとヤンキーっぽい男性で、あの札付きの柔道東北大会と警察官志望の2人にタイプがそっくりだったということでした。ですからあの暴力事件があったばかりなので、鶴田さんも C さんもまたその他の住人全員当たらず触らずを決め込んだそうです。そうは言っても鶴田さんは見たことすらない住人で、特にそれ以上のことは何も起きなかったので、いつしかたまにコンポから流れる曲や独り言も気にならなくなっていきました。ところがそんな最中のことでした。事件が起きたそうです。アパートの玄関口にある住人全員の郵便受けから配達された手紙や光熱費などの請求書がごっそりなくなる事件が起きたのです。それも1回とかではなく、何回も郵便物が紛失したそうです。近くの交番に被害届が当然出され、しばらくの間玄関の郵便受けは使用禁止となりました。鶴田さんは、全く暴力事件の札付き連中がいなくなったら今度は郵便物を盗むやからかとうんざりしたそうです。状況から考えて犯人はアパートの住人の誰かか、アパートに頻繁に出入りする者の仕業に違いありませんでした。会社の上司もアパートを確認しに来ましたが、注意をする程度のことしかできず、結局犯人は分からずじまいでした。そしてまた慌ただしく毎日が過ぎていき、冬を迎えたそうです。そんなある日、大家さんがアパートに隣接する自宅の前に車を止めていました。そこへちょうど鶴田さんが買い物から戻り、なんとなく横目で大家さんが何をしているのかなと見たそうです。するとそれは大家さんの息子さんだったそうで、車のタイヤをスタッドレスタイヤに交換する準備をしているようでした。東京は冬でも雪が積もることはあまりないので、鶴田さんは息子さんがスキー場とか雪の降る地方に出かけるのだろうと思いました。そして鶴田さんはアパートの階段を上がると、その日も相変わらず階段脇の部屋の音楽が廊下に響き渡っていました。自分の部屋に入ると、鶴田さんはビールを買い忘れたことに気がつきました。そこで部屋を出てまた階段を降りようとした時でした。大家さんの息子さんがちょうど階段を上がってきたそうです。鶴田さんは、おや珍しいこともあるなと思いました。大家さん家族がアパートに入ってくることはまずなかったのです。するとその大家さんの息子さんは音楽を流して独り言を言うあの階段脇の住人の部屋に平然と入っていきました。その部屋は住人がいるのに知り合いなのかなと鶴田さんは少し驚き、気になったので見ていました。その時はもう音楽は聞こえなくなっていたそうです。するとすぐに大家さんの息子さんがなんと両手にスタッドレスタイヤを抱えてよいしょという感じでその部屋から出てきたのです。鶴田さんはどういうことだとすごく気になり、半開きのドアから独り言を言う男性の部屋を覗いてみたそうです。鶴田さんは自分の目を疑いました。その部屋の中はまるで物置のようで、
たくさんの段ボール箱が積まれていて、スポーツ用具やタイヤ、蛍光灯などの諸々の私物で所狭しと埋め尽くされていました。到底人が住める状態ではありません。鶴田さんは一体どうなってんだ。たったさっきも音楽を流して独り言を言っていたあの住人の男性はどこに行ったんだとわけがわからなくなったそうです。この前隣の C さんはその男性が部屋に入るところを見ているので、この部屋に人が住んでいたことは間違いないのです。鶴田さんもこの部屋から音楽や独り言以外にも、夜中に住人が廊下に出てスリッパでパタパタと歩いてトイレに行く音を何回も聞いているのです。鶴田さんは理解できずに立ちすくんでいました。すると大家さんの息子さんがタイヤを部屋からすべて廊下に出し終わると、突然部屋の中で「うわ、何なんだこりゃ!」と驚愕した声を上げたそうです。鶴田さんは何事かと思いました。なんとその部屋から例の郵便受けから盗まれた住人たちの手紙や請求書などの郵便物がドドドと一挙に大量に出てきたのです。それを聞いて父親の大家さんもすぐに飛んできたそうです。鶴田さんはこの部屋から郵便物が出てきたのも驚きでしたが、何よりもさっきまであの今和の清志郎を聞いていた独り言男はどこに行ったのか、あの男が郵便泥棒だったのかと困惑していました。郵便物の中には鶴田さんのものもあったので、駆けつけた大家さんにすぐ聞いてみたそうです。この部屋の住人はどこ行ったんですかと聞くと、誰と怪げそうに大家さんは答えました。鶴田さんは、誰ってこの部屋に住んでいるはずの男性のことですが、というと大家さんの顔色がみるみる変わりました。何言ってんの。この部屋はあんたたちが入居するずっと前からうちの倉庫として息子たちのスポーツ用具やタイヤとかの私物をしまっていましたよ。だからずっと誰も住んでなんかいませんよ。と少し存在に言いました。鶴田さんは唖然としましたが、ちょうどこの騒ぎに気がついた C さんがやってきたので、鶴田さんはちょっととすぐ呼び止めて事の次第を説明したそうです。C さんは自分の向かいの部屋には誰も住んでいなかったと聞くと、眉間にしわを寄せて大家さんに「そんなはずはないですよ。自分は住人がこの部屋に入っていくのを見ている」と言いました。また同じく騒ぎに駆けつけた別の住人の S さんという人が後ろで話を聞いていたようで、その人も自分はこの部屋の男性と挨拶を交わしたことがありますよと言ったそうです。すると大家さんの血の気が引いていくのが見て取れました。そして真っ青な顔になり、倉庫だというその部屋の扉をバタンと荒々しく閉めると、もうこの話はなしと声を荒げてアパートから出て行ってしまったそうです。その場に残った一同は何なんだと騒然となりましたが、確かにその階段脇の部屋は荷物だけの倉庫だったのを見たので、じゃああの住人の男性は何だったんだという話になりました。特に S さんはその謎の男性とは軽く話もしたことがあったそうで、狐につままれたような顔をしていました。確かに鶴田さんはその謎の男性を見たことはなかったのですが、音楽や独り言、夜中のスリッパの音など間違いなく倉庫の部屋から聞こえていたそうです。でもこの日以降、その部屋から音楽も人の話し声も聞こえることはピタッとなくなったということでした。その後、交番の警察官も倉庫の部屋を調べに来たようでしたが、やはり郵便泥棒の犯人は分かりませんでした。一体全体何が起きていたのか、住人たちは何を見たり聞いたりしていたのか、今でもさっぱりわからない摩訶不思議な出来事だったということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。